なあきなこ、チャット GPT のメモリってこの前のアップデートで容量が2倍になったんでしょう。絶対それが目玉だよね。容量は確かに2倍になったんだけど、実はそこが本題じゃないんだよね。容量アップが本題じゃないの？そう、覚え方そのものが根本から作り変えられたの。覚え方？そんなの気にしたことなかったな。今日は新しい記憶の仕組みと他の AI との違いまで一気に見ていくよ。他の AI との違いもあるの？しかも使い方を間違えるとちょっと危ない面もあるの。この動画を最後まで見れば AI の記憶についてモヤモヤしてたことがすっきり整理できると思うよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよう。AI が勝手に会話を読んで覚えていくってなんかちょっと不気味じゃない？その感覚、実はオープン AI も意識してて、この仕組みには名前がついてるの。名前？ドリーミングって呼ばれてるの。人間が眠ってる間に記憶を整理するのに例えてね。なんかロマンチックな名前だ。旧来の保存メモリは2024年に登場した仕組みで、ユーザーがこれ覚えてって言ったことだけをリストに残す、いわば付箋のリストだったの。付箋か、それは分かりやすいな。それって会話ごとに全部を検索し直す仕組みってことを昔よく聞いたラグみたいな。そこが違うの。ラグは都度データベースから正の会話を引っ張ってくる仕組みなの。でもドリーミング V3 は裏側で先に要約したプロフィールを最初から会話の土台として読み込む方式なんだよ。自動で更新され続けるってことを？そう。しかも時間が経つと内容も書き換えられるんだよ。来月旅行に行くって記憶は来月が過ぎたら勝手に過去形に直されるの。対象は米国のプラスプロユーザーが先行で、記憶容量も無料プランの2倍になったの。無料の人はまだ使えないの？無料プランや Go プラン、米国以外の国にもこれから数週間かけて順番に広げていくって発表されてるよ。実際に画面を開くとバラバラだった事実がこんな感じの自然な文章にまとまって出てくるの。へえ、 AI が僕のことを作文してくれるみたいな感じか。しかもそのまま手直しもできて、テキストボックスにもう犬じゃなくて猫に変えてって書くだけで直せるの。自分で書き換えられるのは安心やな。気に入らない部分をハイライトしてこの話はもう覚えないでって選ぶこともできるんだよ。旧システムに戻したい人向けに設定からレガシー版の保存メモリに切り替えるオプションもちゃんと残されてるんだよ。選べるのはありがたいな。じゃあ結局容量が増えただけで AI の賢さ自体は変わってないんじゃないの？そう思うよね。でもオープン AI が出してる内部ベンチマークを見ると話が違ったの。どんな数字なの？結論から言うね、数字だけ見ても分かる差だったの。情報の鮮度を保つタスクの成功率が旧来の 9.4% から 75.1% に上がったの。9.4 から 75.1 点、テストの点数で言うたら赤点から一気に優等生やん。事実を正確に思い出す再現率も 41.5% から 82.8%、 ユーザーの好みに従う成功率も 31.4% から 71.3% まで伸びてるの。好みに従うって具体的にはどういうことを？例えば話し方の癖とか、いつも欲しい回答の形式とかを指示しなくても自然に守ってくれるようになったってことなの。つまり容量が増えたのはおまけで、記憶の精度そのものが別次元になったってことなの。そういうことか。ただの箱が大きくなったんじゃなくて中身が賢くなったんやな。しかもこの改善、バックグラウンド処理の効率を5倍にすることで実現していて、それが無料ユーザーへの展開にもつながってるの。でも時間経過への適用ってどういう時に困るものなの？例えば旧来のシステムだとマラソンに向けてトレーニング当たって記憶と足首を捻挫したって記憶が矛盾したまま残っちゃうことがあったの。それ AI が混乱しそうやな。そう、ドリーミング V3 はアイドル時に過去のやり取りを振り返って、そういう矛盾や古い情報を自動で整理してくれるの。実はこの機能、メモリなんてただの記憶容量でしょって軽く見られがちなんだけど、きなこでも見くびってたことあるんや。自動で会話からプロフィールを作るってことは
機密情報にはちょっと注意がいるってことでもあるの。注意って？例えば病院の話とかお金の話とか、他人に知られたくない相談をするときはテンポラリーチャット、一時チャットを使うといいの。一時チャットって何が違うの？この会話は履歴に残らないし、メモリとしても記憶されないの。安全確認のためだけにシステム上30日間だけ保持されるけど、それだけなの。なるほど。ホテルの受付で内緒話するみたいなもんか。いい例えだね。それともう一つ、メモリを消しても元になった過去のチャットやファイルが残ってると、また抽出されちゃう可能性があるの。消したつもりでも復活するかもしれんの？完全に消したいなら情報の元になった場所まで遡って消す必要があるんだよ。ちなみに開発者向けの話だけど、記憶やツール実行をまとめてたアシスタンツ API も2026年8月26日に完全終了する予定で、AI 業界全体が新しい記憶の設計に移行してる最中なの。それはまた別の話やん。記憶の仕組みが変わると、それを支える裏側の設計も総入れ替えが必要になるってことなの。そういう法律の話とかあるんかな？EU の GDPR とか日本の個人情報保護法との兼ね合いで、企業が顧客データをメモリに蓄積した場合はちゃんと削除できる仕組みが求められるみたいなの。便利になるほど管理する側の責任も重くなるってことか。そういうこと。ここまでチャット GPT 側の話をしてきたけど、実は記憶の作り方って会社によって全然違うの。じゃあ他の AI、クロードとかジェミニも同じように裏で記憶を作ってるの？実はそこ、各社で全然アプローチが違うの。そうなんだ。クロードはプロジェクトごとに記憶をきっちり分けるのが得意なの。仕事の案件ごとに前提を混ぜたくない人に向かいてるんだよ。飼い主がよく使ってるやつだ。ジェミニはメールやドライブとか Google のサービス全体から情報を拾ってくるのが強みなの。自分から話さなくても分かってくれるってことを？そう。コパイロットは会社のメールや資料みたいな業務データとの連携に力を入れてるの。ただ記憶の管理はまだ課題も残ってるみたい。つまりチャット GPT は会話そのものから自動で人物像を作るのが得意ってことやな。そういうこと。会社ごとに何を覚えるのが得意かが全然違うから、目的に合わせて使い分けるのが今の正解なの。じゃあ結局どれが一番いいの？一番じゃなくて使い道で選ぶのが正解なの。日常の雑談を育ててほしいならチャット GPT、仕事の案件を混ぜたくないならクロード、Google のサービスを使い倒してるならジェミニって感じかな。自分に合わせて使い分けるんやな。なるほど。というわけで今日のポイントをまとめるね。チャット GPT の新メモリは容量増加じゃなくて覚え方そのものが自動更新型に変わったのが本質なの。そうったん、これ保存しとこ。機密な話はテンポラリーチャット、それ以外は普通に話して育ててもらうってことやんな。その通り。了解。ところでこれクロードとかジェミニの記憶機能も今度もっと深掘りしてほしいな。それはまた別の動画で詳しくやりたいね。推論の賢さはどの AI も横並びになってきてるからこそ、これからはどれだけ自分を理解してくれてるかが選ぶ基準になっていくと思うの。確かにいちいち前提を説明し直すのって地味に面倒やもんな。みんなは AI にどこまで覚えててほしい？コメントで教えてね。玄関の音した気がする。というわけで今日はここまで。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。